みんな、ずんだもんなのだ。今日は、おしゃれでロマンチックな国、フランスをご紹介するのだ。実は、みんな聞いて、びっくりなのだ。世界で一番たくさんのタイムゾーンを持つ国は、ロシアとかじゃなくて、なんとフランスなのだ。海外にある領土を合わせると、全部で12個もの時間帯があるらしいのだ。すごいのだ。今日はそんなフランスから、とっておきのニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが、フランスのコメディアン、シャルリーヌ・バン・ホーナッカーさんの表現の自由の概念はクレープのようにひっくり返ったという発言についての記事なのだ。政治風刺が危機に瀕している状況や表現の自由について深く考えるきっかけになるとっても大事なニュースなのだ。クレープのようにひっくり返ったってどういうことなのだ。ずんだもんも気になるのだ。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録もぜひよろしくなのだ。早速一緒に見ていくのだ。今回は西ヨーロッパに位置する魅力あふれる国フランスをご紹介するのだ。首都はもちろん花の都パリ。大西洋から地中海まで広がる豊かな国土を持ち、多様な自然に恵まれているのだ。古くはフランス革命で自由、平等、博愛の精神を世界に示し、現在は安定した共和制、具体的には反大統領制を採用しているのだ。人口はおよそ6800万人。主要産業は航空宇宙、自動車、そして世界をリードする高級ブランドやファッション、ユネスコ無形文化遺産にも登録された美食、世界中で愛されるワインやチーズといった農業も非常に盛んなのだ。ルーブル美術館に代表される芸術や歴史的建造物もこの国の文化を彩っているのだ。最近ではサステナビリティへの取り組みや AI などの先端技術への投資も活発で、常に新しい挑戦を続けているのだ。一つ目のニュースなのだ。シャルリーヌ・バンエナッカー。表現の自由の概念はクレープのようにひっくり返ったという記事なのだ。ずんだもんなのだ。フランスのコメディアン、シャーリン・バン・ホーナッカーさんが LE モンでのインタビューに答えたのだ。彼女はフランスインターで活躍しているのだけれど、公共放送が担う政治風刺やユーモアが極右勢力や BOLLOR 系列のメディアからの攻撃で勢いを失いつつあると懸念しているのだ。彼女は80点の時事風刺コラムをまとめた本 UN カナリダンズ LA マイン炭鉱のカナリアを出版したのだ。この本のタイトルには政治風刺が世界中で危機に瀕している状況を示したいという思いが込められているのだ。ワン・ホーナッカーさんは自由な表現を擁護する必要があるけれど、何でも言っていいという権利と混同してはいけないと強調しているのだ。アメリカではドナルド・トランプの圧力でスティーブン・コルベールやジミー・キンメルの人気番組が中断された例もあって、これは政治風刺が直面する具体的な危険を示す出来事なのだ。このインタビューは表現の自由の概念がまるでクレープのようにひっくり返ってしまったという彼女の発言を掘り下げていくものなのだ。二つ目のニュースなのだ。インド南部 iPhone 組み立ての新たな地という記事なのだ。最近インド南部が iPhone の新しい製造拠点になっているのだ。2024年には約4300万台もの iPhone がインドで作られ、これは世界中で売られている iPhone の約5分の1にもなるのだ。すごいのだ。その多くはタミル、ナードシューシュリーテルンブドゥールにある広大なフォックスコン工場で組み立てられているのだ。ここでは4万5千人もの人が働いていて、その 80% 以上が女性なのだ。みんな一日中最新の iPhone を組み立てているのだ。これはアップルが約10年前に始めたサプライチェーンを多様化する戦略の一部なのだ。昔は中国に大きく頼っていたけど、米中貿易戦争や新型コロナウイルスの流行をきっかけに、2017年からインドでも iPhone を作り始めたのだ。今では世界中の iPhone の約5分の1がインドで作られているのだ。インドが世界のテック産業で大事な役割を果たしている証拠なのだ。
3つ目のニュースなのだ。指標、上場企業トップ。ビジネスも政治も、権力の摩耗は加速する、という記事なのだ。フランスでは、政治だけでなく企業の世界でも、トップの座で異例の変動が起きているのだ。パリ証券取引所の主要120社をまとめた SBF120 では、2025年初めから4社に1社の割合で、社長さんや CEO さんがすでに交代したか、交代する予定なのだ。これは、前例のない騒動だと分析されているのだ。もちろん、これは経営者さんたちの世代交代が理由の一つでもあるのだけど、それだけでは説明できないのだ。ビッグやアルストム、ソイテック、ネクサンズといった会社でもトップの交代が発表されているのだ。中には、ネクサンズのクリストファー、CURIN さんのように、会社を救ったとまで言われた人でも、すぐに交代することになったのだ。まるで、権力の疲弊が加速しているかのような状況なのだ。今回はフランスの豊かな魅力と表現の自由や権力構造の変化といった課題に触れたのだ。遠く離れたインドでの iPhone 製造も世界のサプライチェーンが変化している証なのだ。常に新しい挑戦を続けるフランスのように世界は絶え間なく変化しているのだ。その動きをこれからも見つめていくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。